こんにちは、つんです。365日、年中無休で家事をこなす皆様、毎日お疲れ様です。家事は一つ一つが数分で終わることでも、タスクが多ければそれだけ大変ですよね。やらなくて済むならそれに越したことはありません。ということで、今回は私が辞めた家事、辞めても問題なかった家事、むしろ辞めてよかったと思えたことを全部で7つご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。炊飯器をやめました。引っ越した時にそれまで20年ぐらい使ってた炊飯器を当たり前のように買い替えたんですが、今時の炊飯器は昔より細かいパーツが増えていて、水が溜まりやすくてすごい乾きづらかったんですよね。しかも食洗機も使えないので、毎回洗うのがめんどくさかったです。内側に洗えないパーツがあるのもちょっと気になっていました。ということで、ご飯はお鍋で炊くことにしました。選んだのはストーブのラ・ココットでご飯 M サイズです。小ぶりで気軽に使えるところが気に入っています。鍋ならパーツは2つだけだし、食洗機も使えて洗う手間が減りました。お米を研ぐのをやめました。お米は無洗米にしています。無洗米ならお米を研ぐ手間がないのはもちろんですが、万が一の時にも余計なお水を使わないで済みます。普段は1回だけ軽くゆすいでるんですけど、全国無洗米協会によれば、無洗米にすることで1年間で2リットルのペットボトル828本分の節水になるんだそうです。そしてお米は冷蔵庫に入れておくのがおすすめって書いてあったので、3キロを買って袋のまま野菜室に保存しています。以前は詰め替えてたんですけど、それもやめました。炊飯器で炊いていた頃はお鍋でお米を炊くのって結構大変そうって思ってたんですけど、やってみたら意外と簡単でした。いつも私がストーブで炊いている方法をざっとご説明します。お米1合に対して水 200ml を入れてしばらくつけておきます。冬場だと1時間ぐらいつけてますかね。1時間経ったら蓋を開けて中火にかけます。ふつふつと沸騰してきたらそこから軽く混ぜて蓋をして弱火で10分。10分経ったら蓋をしたままさらに10分蒸らして完成です。ご飯の炊き方は赤子の相手も蓋取るなと教えられた世代にはちょっと衝撃的な炊き方だったんですけど、ふっくら美味しく炊けるので気に入っています。ご飯を炊くのは2人暮らしで週 2,3 回程度ですかね。これ2合炊きなんですけど、無理くり3合炊いちゃっています。余ったご飯は冷凍しています。水切りかごをやめました。水切りかごって結構スペースを取るし、網は洗いにくいし、ちょっと洗うのをサボるとすぐに水垢がつくのが長い間ストレスでした。6年前の引っ越しを機に水切りかごを手放して、代わりにクロスを敷いて洗い物を乗せています。普段は食洗機に入らないフライパンとか鍋とかを乗せてるんですけど、来客時に大量の洗い物が出た時もこの方法で全く問題ありませんでした。長い間本当にストレスだったので、水切りかごのメンテナンスから解放されて楽になりました。布の布巾をやめました。台所用の布巾って結構管理が大変だなぁと常々思っていました。毎日洗ってきちんと乾かして、それでもシミや匂いが取れなければ漂白したり除菌したりつけ置きしたり、中には煮沸消毒している方もいらっしゃるかと思います。もうとにかく私にとって布巾の管理はハードルが高くて、毎日めんどくさいなぁと思っていました。今はそんな布巾を手放して洗えるキッチンペーパーを使っています。確か3年か4年ぐらい前からずっとこれです。スコッティさんの洗って使えるペーパータオルは61枚入りで近所のドラッグストアで300円ちょっとぐらいです。
探せばもっと安い使い捨てクロスもあるかもしれないんですけど、近所のドラッグストアで気軽に買えるのでずっとこれにしています。だいたい1日1枚のペースで使っていて、我が家は食器などは食洗機と自然乾燥に任せちゃっているので、主にはテーブルやキッチンリセットで使っています。清潔に使いたいところから順番に使って、最後はキッチンの床などを拭いて1枚を使い倒しています。マット類をやめました。我が家は玄関マットもキッチンマットもトイレのマットもバスマットも引っ越しを機に6年前から使うのをやめました。衛生面を考えたら結構頻繁に洗濯が必要だし、特に梅雨時はなかなか乾かないっていうのがストレスでした。バスマットは珪藻土を使っています。洗う必要がなくて常にカラッとしていて快適です。大きさも大人2人なら小さいサイズで十分でした。マット類はない方が掃除しやすいし、洗濯の回数も減って本当になくしてよかったなと思っています。ちなみにトイレのスリッパも布製をやめました。これ以前の動画でもご紹介してるんですけど、気になった時に気軽に拭けるので、むしろ衛生的な気がしています。ゴミ箱を各部屋に置くのをやめました。我が家のゴミ箱はキッチンの1箇所だけです。洗面所やリビング、寝室などでゴミが出たら、その場から離れる時にキッチンのゴミ箱に捨てています。たかだか70平米のマンションだし、キッチンは家の中心にあるので移動のついでに捨てられます。ゴミ箱を1箇所にすることでいろんな手間が省けました。例えばゴミ箱を探す時間だったり、買うお金だったり、置くスペースの確保だったり、ゴミ袋やポリ袋をセットする時間や手間だったり、ゴミ出しの日には各部屋のゴミを集める作業だったり、そしてゴミ箱が汚れれば洗う手間と時間も必要です。一つ一つは大したことない作業ですが、これが全部まるっと不要になったので、ゴミ箱は1箇所にしてよかったです。洗面所のコップをやめました。やめたというより、結婚してから25年間ずっと使っていません。これは幼少からの習慣が大きいかなと思うんですけど、私も主人もコップを使わず手ですくっています。もしコップの置き場とか共有のあり方にお悩みでしたら、いっそのことなくす選択肢があってもいいかなと思います。以上、やめてよかった家事を7つご紹介しました。少しでも参考になりましたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。